ベイはねもうちっちゃい時から読んでたから、そう、まあ、今もねたまに読んだりするし、そうと、あとヌーベイはあと再アニメ化が新作でアニメが出るので、そういうのもあってヌーベイは出さんと思って出したんだけど、嬉しいよ。だってすっげえ嬉しいよマジで。だってまたヌーベイに会えるんだよ。めっちゃ嬉しくない？あとなんかその書いてあったのでと思ったのが、やっぱその当時は90年代だからさ、結構時代がその90年代に合わせて作られてるんだけど、だからポケベルとかさ、そういう時代だったんだけど、なんかその時代をなんか令和、要は今の時代に合わせて作りますみたいなアニメはっていうので、だから今だったらね、それこそスマホとかになってるわけじゃん。 iPhone とかね、スマホとかね、そういう風になってるわけじゃん。だからなんかそれが出てくる、なんか時代に合わせて作るっていう、なんかそこが結構なんか新しいというかさ、今に合わせて作るんだなと思って結構ワクワクしてるのと、あとね、私の中でお願いしたいのは、なるべく声優さんを変えないでっていうことと、あとなんか願望としては、その漫画でしか出てないキャラもいるのよ。アニメでは出せなかったキャラとかね。なんかそういう子たちをちょっと出してくれたら嬉しいなって。そう。別にほらその子たちは声が当てられてないから、その別にね、声優さん新しいね、若手の方とかね、全然使ってくれて構わないから、そう、なんかちょっとその漫画でしか出てないキャラをちょっと出してくれたら嬉しい。その声も当てて動いてる姿をすげえ見たい。そうだ、それをねちょっと期待してる。あとだからそれで言うとさ、私がめっちゃ好きなA っていう怪人 A、赤マントがあれ漫画でしか出てないのよ。あれをアニメで、でも難しいかな。赤マントな、出してほしいけど多分描写がちょっとグロいから出せないかな。ちょっとうまいことやってよお願い。マジめっちゃ A 好きなのよ。もう本当に当時めっちゃさ、当時小学生の時さ、すげえ怖かったの。漫画で読んでて、こいつ絶対勝てねえじゃんっていう。もうなんか、こいつ何者なんだよみたいなさ、死なないしあいつ。不死身だから。あれがね、すげえ怖かったのよ。怖いけど、かっこいいみたいなさ。そう。ハタモンバとかもだから、すげえ好きだったのよ。あいつも絶対勝てねえじゃん。だってヌーベイがこんなボロボロになってるし、めっちゃ強えしみたいな。めっちゃビジュアルかっこいいやんみたいな。そうだ、そういうのもあってね、結構ね、やべえ妖怪とかやっぱ好きなんだよね。そういうやつほどね、やっぱね、惹かれるものあるよね。そうだから、ハタモンバはアニメでも出てたからね。でもアニメでまた見たいな、ハタモンバ。めっちゃ回怖かった。だから、A もね、ちょっと出してほしい。マジで A 見たい。もう本当に大好きだからお願いしますっていう、それ願望だけど出してくれたらもうすごい喜ぶ。私は実写で出てたんだからアニメで出せるでしょ。お願い。深夜帯のアニメならグロも望みあると思うけど、確かに時間帯わかんないね。どうなんだろう。結構ヌーベイはエロもあってグロもあってみたいな感じだから、どうなんだろう。でも当時さ、少年ジャンプでさ、あれ多分夕方にさ放送されてたらしいけどさ、今になって夕方に放送してたアニメを深夜に持ってきますってことないんじゃないかな。いやわかんないけど、夕方にやってたらそれはそれでちょっとテンション上がるよね。それリアタイで見るわ。ヌーベイはリアタイで見たいね。ちょっと深夜だったらちょっと厳しいけど、夕方とかだったらめっちゃもうテレビの前で待機してみるわ。ちょっとどうなるかわかんないけど、とりあえず A 見たい。マジで A をお願いって感じかな。で、あとこのねラックってやつ、これがすっげえ絵柄がかっこいいのよ。もうなんか私が今まで見た絵柄の中で最も好きな絵なのよ。このラックがこうシュッとしてて、こう綺麗でなんて言ったらいいの全然わかんないんだけど、すごいなんかその好きな絵柄なのよマジで。そう、最初だからこの時ちょうどさ漫画買った時にすげえ漫画買ってた時期だったんだけど、その時にこれ見て絵で買ってんのよこの漫画って。絵見て、うわこの絵なんかすげえ好きと思って買って読んだら、中身までめっちゃ好きな
内容だったのよ。なんかめっちゃ簡単に言うと、この13係っていう、警察のね組織の担当の男性がいるんだけど、その男性がそのなんか拷問器具をこう呼び出せるみたいな、なんかちょっと意味わかんないけど説明すると、その要は擬人化すんのよ、拷問器具が。擬人化した体でお前がやったんだろっていう尋問みたいなことをするのよ。尋問っていうか拷問ね、要はするのよ。でそれで嘘ついてると分かるの本当にっていうので、その拷問器具が反応するのよ。嘘ついたら拷問するぞっつって、いや嘘ついてねえよっつっても拷問するのよ。お前嘘ついてるからこうなってんだぞみたいなっていうので、そうそう拷問するんだけど、最終的にちゃんと自白すると解放っていうか、多分ね傷とか治るんじゃなかったっけな、ちょっと忘れちゃったんだけど、確かに傷は治ると思うんで、さすがにだって拷問してはい終わりや傷だらけってことは多分ないと思うから、確かね、傷とかは治るんだけど、そういうね警察の組織みたいなのがいてみたいなっていう話で、だから結構オタクが好きな感じだよね。拷問器具が擬人化します、しかも絵がすごいかっこいいですみたいなさ、結構惹かれる内容でもあったりしてね。そうだっていうのでね、すげえこれはね好きだったんですよつって、まだ途中までしか漫画買ってないんだけどね、全部買ってない。10ぐらいまで買ったかな。でも10まで買ってない、8とか9ぐらいかな。そこら辺で買うのやめちゃってんだよ結末が分かってない。だからどうなんの最後みたいな。そうでこれは多分ねもう完結してるっぽいからね、だから調べたら完結してたっぽかったから、そうっていうのでね、なんかすごい面白い話だなっていう、そうだからここで上げさせてもらった。あとはその絶叫学級ね、その絶叫学級がこれもホラー系なんだけどさ、要はこれもなんか少女漫画のさホラーなんだけど、これもね結構絵が好きでね最初買ったってのはあるね。そのすごいホラーのそういう少女漫画系めっちゃ買い漁ってて、その時にこの絶叫学級、これも本当にマジで発売した当初ぐらいからもうずっと追ってるレベルで、たまたまその漫画買ってる時期に出て、なんかこれ面白そうみたいなっていうのを買って読んで、めっちゃ面白いみたいな。でなんかすごいすごい短い話がいっぱい詰まってるって感じなのよ。だから主人公が毎回変わるっていう。でなんかベースにその下半身のない女の子が現れるんだけど、その女の子が要は怖い話を紹介っていうか、なんかちょっと説明むずいんだけどね、そういう感じで話がこう何個もねこう短い話がいっぱい入ってるっていう感じで、そうその内容で言うとね、じゃあその下半身のない女の子はなんでそういう体になっちゃったのかっていう話もねたまにこう入ってたりするんだけど、基本的には全然何も知識なくてもパパッと読めるよみたいな感じの内容になっててね、すごい読みやすいのよ。読みやすいしめっちゃ怖い。結構怖かった。その小学校の時だったから、小学校の高学年ぐらいだったから、その時になんかテレレレンって出ちゃった、ごめんね。その時に読んだ時は結構怖かったね。絵もね結構主人公とかっていうか、要は女の子はすごく可愛いのよ。可愛いんだけど、要は怖い幽霊とか、そういう幽霊なのかよくわかんない存在がすごい怖く書かれてるのよ、このね絶叫学級の本は。だからそのギャップというかさ、怖いものはちゃんと怖く書けてて、女の子は普通に可愛いしみたいな。で話も割とこうすごいまとまってて、オチがちゃんとあって見やすいみたいな。でそういうのもなんか全体トータルで見てすごい怖くて面白いなっていうので、絶叫学級これも実は全部揃えてない。13巻ぐらいまで買ったけどそっから変えてないっていうねそうだから今出てんのか分かんない、正直これは調べなかった。それはなんだけど13巻ぐらいを持ってて、多分今もっと出てると思うからね。これもね結構ねポン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 って読めてね面白いんだよね。はい、そんな感じかな。スクリームは1から6の中で一番好きなのはどのシリーズですか？これもねやっぱりね1だよねっていう、どの映画でも多分さそうなんじゃないかなって気はする。なんかねやっぱりなんやかんやで多分
ワンを越すことはねえだろっていうさ、そういう風に思っちゃうよね。スクリームに関してはやっぱりやっぱりワンがあってのシリーズなわけじゃん。全部そうだけど、それで言うとワンがあってそこから2、3って続いてるから、やっぱもちろんほらね、他のね話もシリーズも面白いんだけど、やっぱりなんやかんやで一番はワンなんじゃないかなっていう。基本的には私はシリーズものはワンが好きだから、例外もあるけどね、それこそプーとかね、プーは正直私は2の方が好きなのよ。でもあれもちゃんとワンがあってワンを見て2を見たから2の面白さが際立ってるわけだから、やっぱワンが面白いから2もさらに面白くなってるみたいなね、そういうところがあるから、ただそうだね、プーに関しては2の方が好きではあるけどね。スクリームはやっぱりワンはね、やっぱ何回も見ちゃうね。正直スクリームだって他の2回見てるかな、2回ぐらいかな、あれ他のシリーズは。1と5は3回以上見てるかな、わかんない。5が3回ぐらい見てるかな、2回かな。でもそれも2回ぐらいかな、2、3回とかだから、1の方が多分見てるね。多分4、5回ぐらいは見てるね。吹き替えでもちょうどワウワウでやってて、見たりとかねしてて、逆に私字幕でしか見ないから、吹き替えだとこういう感じなんだ、面白いなとかってね見ててね、やっぱりワンが好きかなっていうね。そうね、今一番好きなお酒、これもね正直ちょっと悩んだんだよね。一番好きなのは、この時ちょうど飲んでたっていうか、最近飲んでたのがそのスナリっていうその韓国のお酒のヨーグルト風味が、ヤクルトみたいな感じよね。でなんかそういうお酒があって、それがねすげえ飲みやすくてね美味しかったんだよね。これこのスナリっていうお酒をちょうど飲んでて、これがねすごいね私は飲みやすくていいなって思った。本当にヤクルトみたいな感じよ、マジで。これもねなんかでもたまたまっていうか、なんとなく最近ずっとチャミスル飲んでるから、他の味買ってみようかなと思って買って飲んだんだけど、すごいこれもね飲みやすくて美味しかったので、よかったら飲んでみてください。その飲み方でハマったのが、そのアイスボックスっていうさ、このアイスボックスのこのレモンの氷の中にレモンサワーをぶち込んで飲むのが、これをなんかツイッターとかなんかで見たんだよね、確かネットで見て、何これみたいな、これめっちゃ試してみたいっていうので、それでねちょっとこれをやりてえっつって、それを最近ねこれやった。そのアイスボックスの中にレモンサワーをぶち込んで、めっちゃこのレモンがね効いてうまいんすよこれが。でしかもね氷だからさ、なかなか溶けないから、すごいずっと冷たくてねめちゃくちゃ美味しいんすよ。で多分気になってると思うけど、このアイスボックスの隣のこの卵、この青い卵はなんか醤油漬けにしたらこの色になるらしいなんか渡されたんよ急に卵を。何これっつって、何これ青いのっつって、肝みたいなって言ったら、なんかどうやら醤油漬けすると卵のこの殻がなんかその化学反応だかなんだかで青くなるっていうっていうので、このアイスボックスと青い卵を一緒にこう取ってるっていうねそうなんだと思ってね、おもろーと思って、これはねっていうので写真を一応撮っといた青い卵が結構ね衝撃的よね。電気の明かりとか映り方と思ったらそういう風になってたんだ。そう本当に青い卵なのよ。なんでこのまま殻のまま醤油漬けにしたのか知らないんだけど、なんか急に姉に渡されてね、何これっつって、なんか醤油つけるとこうなるんだってみたいな、あそうなんだみたいなだから一緒にこれは写真撮ったよっていう、一応ねそんな感じですね